皆さんこんばんは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は前回の動画の引き続きでクリフ・バートンの功績により発祥を果たしたメタリカでしたが、90年代はメガデスの挽回はあるのでしょうか。ヘビメタルの低迷期でもある90年代という過酷な時代の彼らを見ていきましょう。このチャンネルではロックとメタルを中心に皆さんが楽しんでいただけるような情報をお届けしています。皆さんのメタルライフの一つになれるようなチャンネルを目指していますので、ヘビメタルを愛する人はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではメタルの歴史を振り返っていきましょう。1980年代のメタリカは、デイブ・ムステインやクリフ・バートンの功績により、唯一無二のスラッシュメタルバンドへと名を馳せましたが、ジェームズ・ヘッツフィールドとデイブ・ムステインの確執により、ムステインは脱退。さらに、メタリカの命ともいえるクリフ・バートンの死という困難を乗り越えたにもかかわらず、1990年以降のジェームズとラーズは、新人いじめやドラッグ問題といったやりたい放題、無法地帯という、もはや崩壊してしまうのではないかという状況になってしまいます。そんな中、1990年メガデスは、今や説明不要のギタリスト、マーティ・フリードマンを迎え入れ、スラッシュメタルの歴史において名を刻む超名盤、ラスト・イン・ピースをリリースします。今回は、バンド紹介でもなければアルバム解説でもないので多くは語りませんが、このアルバムは唯一当時のメタリカにためを張れるアルバムで、やっとヘビメタル史に残るアルバムをリリースしたんだなと思えるような作品となっています。メガデスの黄金期ラインナップ、プロデューサーとの友好的な関係やレコーディング環境が良かったということもあり、新たなメガデスの出発点となった本作は、メガデスの本質が発揮されたヘビメタルの歴史に残る超名盤となっています。とはいえ、メガデスの魅力は、デイブ・ムステインの怒りと悲しみと憎しみに満ちた人間らしい音楽が魅力だと思っているので、個人的には80年代のメガデスが好きです。メガデス史上最高の作品をリリースした、その翌年の1991年、メタリカは、ラスト・イン・ピースをも上回るとんでもなく、恐ろしいアルバムをリリースするのです。そのアルバムは、バンド名を冠にした、通称ブラックアルバム、メタリカ。本作は、スラッシュメタルファンを賛否両論の渦に巻き込みながらも、普段ヘビメタルを聴かない一般層までも巻き込むといった、とんでもなく、恐ろしいアルバムとなるのです。個人的に、ブラックアルバムは、一つの作品として見れば素晴らしい作品だと思いますが、スラッシュメタルの作品として見ればいただけないです。しかし、80年代に活躍したスラッシュメタルバンドも、90年代という低迷期により、バンドの方向性を失う中、メタリカは、これほどまでに勢いあるアルバムを生み出したことは称賛したいと思います。ですが、低迷期を乗り越えたテスタメントやエクソダス、クリエイターやソドムといったバンドは、今でもスラッシュメタルを貫き通しています。だからこそ、低迷期があってもいいじゃないか。スラッシュメタルから離れた時があっても、スラッシュメタル魂は心に宿っているんだ。だからこそ、私は、そういったスラッシュメタルバンドは、今でも心から尊敬していますし大好きなのです。しかし、メタリカは、ブラックアルバム以降、名盤を生み出しましたか？スラッシュメタルと言えるような作品をリリースしましたか？おそらくしてないですよね。だからこそ、私はブラックアルバムはいただけないのです。ブラックアルバムという勢いあるアルバムをリリースし、大衆を再びヘビメタルのムーブへと乗せたのはすごいですが、その後のメタリカを考えるとあまり乗れないですし、他のスラッシュメタルバンドたちの方がよっぽどスラッシュメタルしてると思います。もし、メタリカがブラックアルバム以降、スラッシュメタル炸裂のアルバムをリリースし、一般層をヘビメタルの世界へと本当の意味で引きずり込んでいたのなら、ブラックアルバムは
ヘビメタルを再び盛り上げる意味でも価値のある作品になっていたと思います。当時のことは私はわからないですが、おそらくメタルファンではなく、メタリカファンが増えただけだと私は思っています。実際、ジェームズが、ライブにはメタルファンはいない、ミーハーな奴らしかいない、ハック、と言っているくらいですから。人気や知名度だけで言えば、メタリカのブラックアルバムは、本当に素晴らしいアルバムであることは間違いないのですが、そんなことを言ってしまえば、当時のアメリカだと、ヘビメタルよりも、マイケル・ジャクソンの音楽の方が優れているということになってしまうので、ヘビメタル、スラッシュメタルの観点から見ると、メガデスのラスト・イン・ピースの方が優れた作品だと思っています。ヘビメタルにおいては、売り上げや一般層から好かれる作品よりもメタルヘッズから愛される作品こそが素晴らしい作品だと私は思っているので、ラスト・イン・ピースというヘビメタル史に残る超名盤をリリースし、勢いに乗ったメガデスは、1992年、カウントダウントゥエクスティングションをリリースします。本作は、黄金期メガデスのメンバー全員が、初めて作曲に関わり、メガデスで、最も商業的に成功した作品でもあります。しかし、ローリングストーン誌では、幅広い聴衆を引きつけるかもしれないが、初期からのファンは失望するだろうと、否定的な評価をされています。ローリングストーン氏の言っていることもわからなくはないですが、初期からのファンであれば失望することはないと思いますし、もしそうなら、ラストインピースの時点で離れているように思います。メガデスの魅力は、狂気的な荒々しいサウンドだけではないということ、デイブ・ムステインの知性や人間らしいありのままの姿が歌詞やサウンドに表現されており、それがメガデスの一番の魅力なのです。私の中で思うメガデスのアルバムで最高傑作は、ピースセルズ。ヘビメタル史に残る超名盤は、ラストインピース。メガデスの代名詞でもある、インテレクチュアルスラッシュメタルが一番表現されている作品は、本作、破滅へのカウントダウンだと思っています。本作で、メガデスの本質であるインテレクチュアルスラッシュメタルが完成されたのです。メタリカのブラックアルバムなんかとは違い、決して大衆に寄せた作品ではないということ。メガデスの真骨頂が発揮されたからこそ、メタルヘッズの心に刺さったのです。メガデスの魅力は、デイブ・ムステインの生き様や人間性にあるのです。さらに、メガデスは、1994年、ユース・アネイジアをリリースします。メガデスの歴史動画の時に語りたいので、あまり語りませんが、このアルバムもいいんですよね。90年代においてのスラッシュメタルバンドで、ここまで自分らしさを表現しているバンドって珍しいんじゃないかと思うくらい素晴らしい作品で、最後に収録されているビクトリーは、曲名通り、ムステイン大佐の制服だと思います。メガデスが90年代という低迷期のスラッシュメタルを征服しようとしている頃、ブラックアルバムの大成功により、世界に名を轟かせたメタリカは、ロード、リロードという悪い意味で、ヘビメタル史に名を轟かせるアルバムをリリースします。簡潔に説明すると、ラーズ曰く、俺たちは挑戦したんだと言っていますが、何に挑戦したのかさっぱりわかりません。その発言が、後のメガデスに影響を及ぼしてしまうので、やはり、ラーズは厄介な人です。挑戦という名の自らの音楽を捨てたメタリカに対し、同年、1997年、メガデスは、クリプティック・ライティングスをリリースします。黄金期ラインナップ最後となる本作は、かつての狂気的なサウンドや、世間に対する怒りといったインテレクチュアルスラッシュメタル要素は薄まっているのですが、それを超越するほどのかっこよさが、このアルバムの魅力なんですよね。私としては、怒りと憎しみに燃えたムステインが大好きなのですが、本作からは、一気に大人になり、何でも受け入れてやるよ、という余裕すら感じさせる気持ちがアルバムを聴いていて伝わってくるんですよね。この大人の安心感というのは、ヘビメタルにおいては良くも悪くもで、本作においては、良い方向に導いてくれたので良かったのですが、
ムステインの魅力はそこじゃないんだよな、とか思いつつも、結果として90年代中期以降のメガデスの完成となる作品となったのでよしとしましょう。もし、このアルバムを聴いたことがない人がいましたら、2002年のライブのシーウルフは悶絶ものなのでぜひ聴いてみてください。そんな名盤をリリースしたメガデスですが、何を血迷ったのか、ラーズに、メガデスには冒険心が足りないと言われ焦ったのかわかりませんが、リスクという、自らリスクを背負ってしまうアルバムをリリースしてしまいます。電子音やインダストリアルメタルな作風の本作なのですが、アメリカにおいては、もう、インダストリアルメタルは終わりを迎えていた時期だと思いますし、時代遅れ感が否めないですよね。曲自体が良ければいいのですが、メガデスにポップな曲は求めていないですし、すべてにおいて需要のない作品といった印象です。それが原因により、マーティ・フリードマンは、メガデスという怖い名前があるのになぜ妥協をしなくちゃいけないのか、ポップならポップに、ヘビならヘビに振り切ればいいのに、という理由で脱退してしまいます。これには私も同意で、メガデスという破滅的な名前をしているなら、もっと破壊的なサウンド、もうそれができないのなら、メガデスの代名詞でもあるインテレクチュアルスラッシュメタルを追求すればいいのにって思ってしまいます。90年代というスラッシュメタル低迷期な中、ヘビメタル史に残る超名盤と、インテレクチュアルスラッシュメタルの完成形とも言える名盤をリリースしたメガデス。それに対し、メタリカは、ロック史に残る超名盤と、お世辞にも冒険をしたとも言えないようなお散歩アルバムをリリースしただけで、91年以降は、大したスタジオアルバムをリリースしていません。よって、90年代のメタリカとメガデスの対決は、私目線だとメガデスの圧勝と言えるでしょう。なぜなら、ブラックアルバムとラストインピース、どちらが聴く機会が多いですか？私はブラックアルバムは好きではありますが、ラストインピースの方がよく聴きます。ということは、世間で人気なアルバムはブラックアルバムかもしれませんが、私のヘビメタルの心はラストインピースを求めているのです。ちなみに、皆さんは90年代においてのメタリカとメガデスの対決、どちらが勝ちだと思いますか？皆さんの見解も聞きたいので、スラッシュメタルが好きな人は、ぜひコメントで教えてください。それでは、皆さん、良いメタルライフを。